ラテテと申します。よろしくお願いします。出身はどこですか？台湾です。台湾のどこですか？台湾の台北です。出身の好きなところは何ですか？台湾の旗これ、台湾の旗これじゃないですか。実はね、これは意味あるんですよ。あ、本当。これ台湾の旗は3色色3つで、これは何ですか？太陽。そう。これは海。青い空。青い空。そう。でこれは赤い大地ですね。なのでその意味がね、自由、平等、博愛という意味があるんです。そういう意味込めてるんですね。多分それが台湾かな。台湾の恋しいものことは何ですか？恋しい。まあ近いからね。帰ろうと思えばすぐ帰れる。飛行機だったら3時間もいらないで帰れるからね。遠いよね、アメリカは。楽しい。アメリカ13時間。ねえ、わかるわかる。台湾本当に近いですね。そう。それ時差は1時間だけ違う。だからあんまり違う差がない。そうですね。本当になんか恋しかったら、お金があれば時間あれば、帰れるし、やっぱり家族がいるからね。今デジタル化のおかげでね、LINE とかでも顔見て喋れるからすごい良かったよね。日本はいつからですか？もう何年かな。1997年来てるので、27年。そうです。長い。まあ人生の半分以上が日本になったね。初来日はどこですか？初めて日本来たのは大学2年生の夏休みで、まず東京行って、で東京から北海道ホームステイ。ホームステイ。そうです。付き合いずっと長かったんですよ。知り合ってからずっと付き合いがあって、お父さん葬式の時も子供をおんぶして手伝いでいたし、そうお母さんももう最後だよでお医者さん言われた時も飛行機切符買っていたんですよ。大切な。そうです。私の結婚式の時でもホストファミリーのお父さんお母さんは寝台列車、その時また寝台列車あったんですよ。そう北海道から福井に来てくれました。いいですね。大学生で来たから日本はなぜ日本を選んだ理由は何ですか？私は台湾の大学の時は日本語学科の学生だったんですよ。日本語勉強しましたね。はい。そしたら日本に来た時は日本語話せましたよね。そうですね。大学院来た時はもちろん、もう話せました。どれぐらい話せましたか？でも大学卒業する前にはもう日本能力検定を1級は取ってましたね。ホームステイしてとか交換留学生もやってたんで、もっと上手に喋りたいとか、で、日本の社会をもっと知りたいなと思って、それでまだ大学院進学を目指してまだ来ました。そしたらずっと。そうですね。そしたらずっとごめんですね。初来日は一応東京とか北海道だから、福井県はいつからですか？福井は私大学卒業してで、大学院進学のために名古屋に来まして、で名古屋大学在学中に夫と知り合って、夫が福井人なので、そう結婚したら福井に来ました。福井の最初の1年間でびっくりしたことはありましたか？びっくりしたのはほら台湾では普通に平野地だと雪降らない国じゃないですか。そうなので雪
まあ中にいた時こう大体雪は可愛いもんですよ、で福井来た時この大雪の前に真っ暗で雷が落ちるのはすっごいびっくりしました、そういう経験が全くないので、日本または福井の好きなところは何ですか？そうですね、まあ、こののんびりしたリズムが好きかもしれないね。福井県のおすすめは何ですか？おすすめ、福井県はもうアウトドア好きならもうもってこいで、もうね、混雑もしないで、ね、のんびりとできますよね。海があって山があって川があるで、四季折々なので刺身美味しいね。刺身、私は日本来る前には刺身食べれなかったんです。そう台湾はその生で食べる習慣は昔あんまりなかったね。今だいたい日本料理としてみんなも結構そういう食事は慣れてきましたけど、昔ない。仕事は何をされていますか？仕事ですね、私は自分の小さな教室を、やってまして、中国語と台湾式中国語、台湾華語を両方教えてますね。趣味は何ですか？趣味はね、みんなに楽しんでもらうことを企画するのが趣味になってるかな最近。本当だよね。本当。あとは、料理するのも好きですね。私は教室やる前に週何回だけ中国語を教えに行ってたんで、で自分の子供たちは小さい時から自分で世話してたので、結構主婦として料理するの好きですね。あとは台湾本当に美味しいもんいっぱいあって、ここはなかなかほら台湾料理屋さんないじゃない。そう食べれないから、じゃあ自分で作っちゃおうみたいな。でそれを作ってたらやっぱり受講生たちは教えてたらものはこれだよって一番わかるじゃないですか。なので口だけを教えてもいくら言ってもわからないから、だから時々受講生向けに台湾料理教室もやるとみんな喜ぶって。一番作るのが楽しいものは何ですか？楽しい、そうですね、やっぱり季節のものでちまきとかまあ本当に用意するのは手間かかるけど、でも、自分のお母さんの味を子供たちにも知ってもらいたいし、で周りの人も楽しんでもらうのは本当にそれ楽しいですよ。嬉しい。ちなみに子供は何人いますか？子供2人います。彼らも2人とも実はスポーツが大好きな子で、日本のスポーツの部活にやってる子だとすっごい忙しいじゃないですか。そうなので実は彼らは中国語そんなにやってなかったんですよ。喋ったりはするけど、業務とか座って教えたりは実は知ってなかったんですよ。子供の時はなんか絶対中国語喋ってねとかもそんな強要してなかったし、そう普通にみんなと一緒同じ日本語で、福井の教育を楽しんで育てた。外国人コミュニティリーダーとして何をしますか？何をしますか？いやとりあえずそうですね、まあ県の情報とか市の情報を、台湾人のグループにメッセージをこう伝えたりする。最近は福井もすごい外国人が増えてきましたけど、来て長くなったので、一番最初の時は外国人はそんなにいなかったんですね。なので私は自分が奨学金をいただいて日本で勉強してたこともあって、福
福井来てからもすぐこの通訳ボランティアとして登録して、そうまあいろんな自分のできることからボランティアとかでしてもう社会に貢献できることをやりたいなっていうような考えがあったんですね。はい、でそれは通訳ボランティアに入ったのでドキドキ市とかまあ最近はすごい増えたけど昔はそんなになくて福井市民国際交流協会とか、とかも頼まれたら幼稚園だったり老人会だったりそういうのは台湾の紹介とかも行ったりしてたね。はい、どうやって福井外国人コミュニティリーダーのことを知るようになりましたか？だから私はもう福井27年27年前から福井県国際交流協会の通訳ボランティアに登録してるんで、でそこから話聞きます。そしたら自分で応募じゃなくてそうですね、そうですね。なってくれませんか？そうです。これからは、福井外国人コミュニティリーダーとして何をしたいですか？一つ思ったのは、例えばコミュニティリーダーの中で、だから私の Facebook 見たことありますか？中国語のやつ。そう私は福井の生活とかまあ特に自分好きな四季の景色とかでそれを中国語の Facebook で台湾人向けで紹介してるじゃないですか。例えばリーダーの中に違う国の方で同じようなことをしてる方がいれば、それをちっちゃいグループして、でみんなの福井をなんか一つのチーム作れたらよくない？いいよ。いいです。でしょ？でなんか撮り方とかそういうのはまあ日本人のインスタグラマーでそういう研修あったりするじゃない。外国人だ在住外国人だってもっとね発信できるからそういうのあるいいじゃない。そうよね。外国人コミュニティリーダー以外のボランティア活動とかはしていますか？はい。私の教室はまあ台湾政府認定教室になってまして、なので年2回とかまあ多くて3回かな、この時々無料な台湾文化を紹介するイベントでも教室で行いますね。今日みたいな。そうですね。まあ、福井の台湾人はどちらかというとまた少ない方なので、何年前かな、もう参加して10年ぐらいあるかもしれないけど、石川県の台湾人の会に入ってまして、あれは今去年も NPO になりましたけど、会で理事をやってました。そうで何をするかっていうと、最初は、台湾人のみんな交流するようなチャンスを作ったりとか、そうね、例えば、今年の能登半島の地震の後でもみんなで一緒に支援物資を集めて、で仕分けてで、持っていきましたね、避難所に。そういうようなボランティア活動。伝えたいこと、言いたいことはありますか？まあ私は好きな言葉があって、置かれたところで咲きなさいっていう言葉がありますけど、みんなは、外国人でもここ福井で生まれて育った福井人でも、あるいは県外から来た方でも、みんな実はご縁でこの土地に、来て、みんなここで幸せに生きていきたいのはみんなの願いですね。外国人とかどこの国は関係なくですね。で一生懸命やってますので、ここで自分お互いの誓いを認め合うよりも楽しんでみればですね、一緒に楽しんでこの住む人幸せ、来る人幸せな福井になれるといいと思います。
こういうのは実はこういうのは市販でそういうキットあるんですよ子供大体小学生とかは作るよね。なのでこの音するのが喜んでもらうので私も喜んでます